こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブー太郎です。今日もね、秘密基地にようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今日はですね、ちょっと早速タイトルにある通り、お悩み相談を、していきたいと思っているんですが、今回はちょっとね、重めと言っていいのか表現が合ってるのかわからないのですが、結構難しいお悩み相談的なものをいただいてて、っていうのも、毎週金曜日このブー太郎の秘密基地では、皆さんからいただいた、エピソードトークとか、お悩み相談、それこそ。で、あとはブー太郎に対する質問とか、それを話のトークテーマにして、毎週金曜日動画を撮ってるんですけど、ラジオ風にね。もうそれが、もう第3回目まで、この間の金曜日で第3回目を迎えたんですが、もう本当いつもね、ご協力いただいている方には感謝申し上げます。すごいブー太郎自身も見つめ直す機会になるというか、いろんなことに対してね、楽しませてもらってて、で、そんな中ですね、第1回目のブーブーラジオ、記念すべき、そこのコメントに新しいコメントをいただいたんですよ。で、その方が、後々ちょっとゆっくり喋るんですが、こう結構、性同一性、なんていうの、性同一性と言っていいのかわかんないんですが、性別は、体ですね。体は女の人なんですけど、心が男の人の、お悩み相談が来てて、結構これに答えるのブー太郎も今、難しいなぁ。結構ブー太郎もなんかちょっと似たような、悩みあったなぁっていうのがあって、ちょっと、この後ゆっくり喋れたらと思うんですが、そのね、前にちょっとお昼ご飯をブー太郎今から食べたくて、これ見て、わかめそうめんっていうのを、いただいたんで、ちょっとこれを食べたいと思ってます。で、そうめん食べたいけどさ、やっぱめんつゆが必要じゃないですか。で、今うちにめんつゆがなかったんですよ。で、買いに行けばいいだけの話なんですけども、なんかもう今日はもう家でゆっくりしたいっていうことで、買いに行くのもめんどくさいから、ちょっとめんつゆを手作りしていきたいと思います。はい。では、よろしくお願いします。そうだ。あとね、もうずっと言おうと思ってたことがあるんですよ。で、ちょっともう早速作っていきます。もういるのは、醤油と、みりんと、お出汁ですね。で、ちょっともう冒頭さ、これ実は目見えない状態で喋ってたんですけど、今からご飯作るんで、妖精おじさん降臨です。ジョキーン。一気におっさん感ますけど、許してね。はい。で、お出汁がいるんですよ、お出汁が。で、あれよね。ほんまは昆布とか、カツオからね、取って出汁を、めんつゆ作った方がきっといいんでしょうけど、うち合わせ出汁っていうね、便利な、それこそ昆布とカツオが入ったお出汁があるから、これを使っても作っていきたいと思います。一人分だからもう100ミリぐらいでもいいんでしょうけど、もうちょっと足りなくなったら嫌なんで、ちょっと多めに、水は 200ml で、沸かしていきたいと思います。お湯をね。でさ、冒頭なんかさっきちょっと言いかけたことあったじゃん。何を言いたかったかっていうと、もうずっと言わなきゃっていうか、もう皆さんにお礼を言いたかったことがあって、あれお味噌汁の出汁があれか、洗浄機に入ってるのかな汚っ。ちょっと待って。ゾッとするねんけど。さ、めっちゃゾッとする話していい？どういうこと？これ洗浄機してんのこれ。それともし忘れた、ゆうちゃろうが、恐ろしすぎる。ちょっと待って。ちょっとこれはもう帰ったら、取り出さなきゃいけない事件だ。なんか洗浄機に、もう見せるのはちょっと汚いからやめとくけど、今、洗い終わってるものが出てくると思ったら、全然汚れの取れてない状態なんですけど、これは、洗浄機が仕事をしていないのか、ゆうちゃろうが回し忘れたのか、どっち？ちょっとよくわかんないんで、もう一回だけ洗浄機を回してみたいと思う。あとさ、もうちょっと見せるね。ごめん、今ここから閲覧中よ。こういうの嫌じゃない？わかる？洗浄機入れるにしてもさ、こういうの洗い流してから入れてほしいんだけど。やってくれって文句言うのもあれやけどさ。
ね、こういうのを落としてほしいよね、ある程度は。なんか、もうどうする？緊急事態。喋ることを一気に忘れた。なんだっけ？なんか言おうとしてんの、今、ブー太郎。ついでに、洗えてない。ちょっと待って、ほんとやだ。あ、そう。チャンネル登録ですよ。チャンネル登録。900人、もう結構前にね、こう突破しまして、本当にありがとうございます。登録してくれてる方。もうどれだけね、このチャンネル登録者とか、もう日々グッドボタンとかね、コメントが励みになっているか。そう、皆さんでもちょっとね、ちょっとずつ、グッドボタンの数が減ってきてるのが気になってるので、皆さんもし忘れているだけだとしたら、ご協力いただけたら、ブー太郎はすごい今後の活動の励みになりますので、ずうずうしいですが、よろしくお願いします。今回しました、洗浄機。もうびっくり。どうしようかな。じゃあ違うお鍋で作るか。で、年内1000人目指してるんですけど、もう早くもね、まだこの秘密基地開設されて1ヶ月まだ経ってないんですが、あと80人ほどで、今923人だったんで、今現在見たら。あと80人の方、ぜひお待ちしてます。今後ね、1000人以上ももちろん目指してはいくんですが、あんまりね、編集もしてないし、もう自由なチャンネルだし、あまり高望みはせず、まずは1000人ということで、目指して頑張っておりますから、本当にね、登録してくれて、いつも応援してくれてる方ありがとう。楽しいよ、ブー太郎は。大変なことももちろんあるけど、基本楽しいので、もう嬉しくてたまりません。本当にありがとうございます。培養性おじさん。なんかいろいろ話してることあるんだよね。ちょっとお悩み相談をね、ごめんなさいね、冒頭に言ったお悩み相談をそうめんできて、食べながら、ちょっとお答えできたらなと、失礼ながら、食べながら答えるような、内容じゃないかもしれないけど、ちょっとそうめんを食べながらお話できたらなと思ってるんで、ちょっと作るまでは別のお話させていただきたいんですけど、そう。だからこの世間話興味ない人はもう、ちょっと途中から飛ばしていただいて、見ていただけたらなと思うんですが、じゃあ 200ml の水をね、入れて、こっから、粉流だしですね。もう沸騰させていくんですけど、もう火マックスで。どうだろう、これ 8g でしょ。1g はちょっと多すぎるから。小さじ、そうだな、ほぼ使うって感じですかね。全部入れちゃってもいいんですけど、ちょっと濃いよな、さすがに。ほぼ入れました。もうちょっと薄めの方がいいと思うんですけど。で、醤油は大さじ1ぐらいって見たんで、そうですね。もう目分量で言ってます。こういうとこダメですよね。もう適当になってくる。みりんも1対1って感じで作り方見たんで、そんなことの甘さいらないんで、ちょっとみりんは気持ち少なめにしました。ちょっと後で沸騰してから味見たいと思います。スプーンでかき混ぜる。でさ、今ね、もうお昼テレビつけながらゆっくりしたんですけど、そう、気になった方いると思うけど、ゆうちゃろうは、今日ね、急遽、家の方に呼ばれて、マミーとかに多分、また、アウトレットに行ってくるということで、ブー太郎は家でゆっくりしとくわーってちょっと断らせていただいて、ゆうちゃろうは買い物に、また行っております。ブー太郎は一人で、ちょっと家で優雅に、ゆっくりしようかなと思ってて。でさ、なんか今ね、世界比べてみましたっていうテレビをなんかやっててね、再放送やと思うんですけど、めっちゃ面白いねんけど、なんか冷凍食品あるじゃん。冷凍食品、例えばミラノピザとか、ミラノピザ合ってる？なんかこうマルゲリータ的ななんかピザとか、あとさっきやったボロネーゼとかがこう本場の人にこの冷凍食品ね、セブンイレブンの冷凍食品だけど、なんかあるやん、金シリーズ。あれ結構なんか美味しいらしくて、ブー太郎も何回か食べたことあるはずやねんけど、その金シリーズのボロネーゼとかピザ、そう、あれがなんか本場の国で通じるのかっていうのをずっと検証してて、なんかちょっと見入っちゃうよね、こういう番組ってついつい。で、その前は、何だっけな、うさぎと亀っていう番組してる。多分これ関西でしかやってないかもしれないんですけど、堂本剛じゃない、草薙剛君と、安代智子がやってる番組なんですけど、なんかカラオケの
検証もやってて、プロに1時間教えてもらううさぎパターンか、1週間自分の自己流で勉強して、カラオケの、落としちゃった。高得点目指すみたいな。どっちが高得点出るかみたいなさ、検証をやってて、なんかそれも面白かったです。そう、久々になんかテレビ見てるなと思って、なんか、ちょっと、皆さん変なことなく、スプーンが落ちちゃった。それで、お箸で食べるから、お話で吸収します。そう。久々テレビ見てるわ、と思って。でもサブスクが結構優秀やからさ、意外とテレビ見てる時間もそんなにゆっくりなくって、なんか今日、久々に見てて楽しいなと思って見てます。でさ、これ動画撮ってんの大事なこと忘れてた。2024年6月2日、今日日曜日なんですけど、それこそ。昨日の動画見ていただけましたか？そう、本日、まさに今日トミーの誕生日でして、昨日その誕生日サプライズをさせていただいてね、ゆうちゃろと一緒に。ちょっとその休日に密着した動画昨日上がってるんで、こちらも概要欄貼ってるんで、また皆さん見てない方は見ていただきたいんですけど、なんかすごいほっこりする動画になりましたね。なんか家族っていいなって、なんか思える我ながら動画になったなと思いました。でさ、もうほんと皆さんがさ、こう優しい視聴者さんもむっちゃ多いので、もうコメント欄でね、トミーに誕生日おめでとうっていうのをダーって、もう4、50件ぐらい来てたかな。もう本当になんか親戚、家族、友達もうみたいな感覚で見てくれてる方が多いと思うので、本当にありがとうございます。でもトミーも律儀にさ、一個一個にコメント返信しててさ、いただいてるコメントに。そう、なんか、ほっこりしましたね。もしかしたらちょっと中には、秘密基地、この豚の秘密基地なんで、こうなんか出しゃばって出てきすぎやろとかいう意見も聞こえてきそうな気もするんですが、まあでもね、そんなことよりここですよ。心。多分心がある人はそんなこと思わないと思うので、なんか本当に、もう視聴者さんには、お礼を申し上げたいし、お父さんもありがとうって思ってます。ありがとうございます。ってことで、沸騰してきました。ちょっと味見したいと思います。熱いかな？うわ、びっくりした。めんつゆ、手作り。うまいんだけど、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なんか感動。やっぱこうやって作れるんや。でもちょっと濃いんかな。でもこれぐらいのはいいよね、そうめんは。オッケー。できました。で、これを、冷まさなきゃいけないので、ちょっと粗熱取ってから冷蔵庫で冷やして、そっから、冒頭で説明させていただいた、結構ね、ちょっと難しい問題っていうのかな。まあ、多分答えってないと思うお題なんですけど、ちょっとブー太郎なりのこう思うことをおしゃべりしていけたらなと思います。これちっちゃいかな、どうしよう、何に入れよう。ということでちょっと一旦切りますね。皆さんお付き合いありがとうございます。では後ほど。なあ、底辺だ聞いてくれ。私はバカだ。ずっとさっき作ったタレあったでしょ、めんつゆ。めんつゆは、もういい感じに冷えた。むしろ冷やしすぎてちょっとゼラチンっぽくなっちゃったんですけど、今思ったらさ、豚のさ、なんかさ、麺茹でたら、そのまますぐ食べれるってなんかラーメンとか、うどん感覚で思っててんけど、これも冷やさなきゃなんないじゃんね。だからさ、めんつゆ冷やしてる間に、要は、こう麺もこう茹でて一緒に冷やしとかないといかんかったのに、ただの時間の無駄。わかる？またこっから麺を茹でて、ちょっと冷やさなきゃいけない。まあもういいけどね、熱々でも。もうどうしよう。でも冷たい方が美味しいよな、絶対。と思っちゃうんだよな。迷い中。まあそんなこんなで、今日さ、具があんまないわけ。でも具を買いに行くのもめんどくさいから、まず昨日いっちゃんからもらったこう、わかめを今日は入れる。わかめそうめんにわかめ。もうどんだけわかめとんのって感じだけども、今日はわかめスペシャルです。で、この間さ、いただいたこれも、ラー油きくらげ。これ、意外と合うんじゃないと思って、こうタッパーに入れて、ちょっとね、ラー油きくらげも、これめっちゃ気にならない？初めて見て。最近きくらげにハマってるから、これをタッパーに入れて、
試してみたいと思う。でちょっと今、入れてから実際にどんな味なのか、こう単品でも食べてみようかなと思って。あ、結構細かいんでね。あ、すごいラー油の匂いがめっちゃするわ。なんか佃煮みたい、見た目は。こう、甘そうな感じに見えるけど。ほら、ひじきにも見えるね。わかる？なんか甘そうじゃない？ほんまでも佃煮みたいな匂いするんだけど。すごい。昆布にも見えるね。でも絶対これご飯にも合うね。めっちゃ美味しそう。じゃあちょっと単品でも食べてみたいと思います。何これ？全部当てはまってるかも、言ったら。佃煮っぽさも最初の、この甘さが確かにある。で、ひじき感もあるんですよ。でもひじきより、こう、コリコリ感というかな。口に残る感もあって、で、ラー油がめっちゃ辛さを、こう、香ばしさと辛さがあって、不思議。でも何これ絶対ご飯と合うんですけど。そうめんと合うかなむしろ。味変にはいいか。うまい、でも。新しい。昆布感もある。昆布とひじきの間みたいな食感。美味しいです。では、今度こそ、そうめんできてからのシーンに飛びたいと思います。はい、ということで、やっと出来上がりました。見てください。めっちゃ緑。わかめそうめんです。プラスわかめトッピング。で、ちょっともう氷っぽくなっちゃったこれ、めんつゆ。で、先ほど紹介した、こちらラー油きくらげ。この辺を具材にね、今日はちょっと食べていきながら、冒頭に説明させてもらった相談に乗っていこうと思います。これさ、一束でよかったわ。ちょっと舐めてた。二束は多すぎる。ちょっとね、先にじゃあ、このまま食べてみていい？まずは、このそうめんの何もつけずに。香りは別にかな？何もしない。塩分がある。あ、このままでも味がしますね。結構塩分強め。あ、だからわかめご飯あるじゃん。わかめご飯の塩分わかるっしょ。あれが麺に入ってる感じ。だからこのままでも結構ブー太郎いけるぞ。うまい。このままでも美味しい。じゃあちょっと麺つゆと共にね、食べてみたいと思います。まずはちょっとわかめトッピングなしで。めっちゃキンキンに冷えてます。美味しそう。いただきます。うまー。あ、めっちゃ美味しい。てかさ、手作りで麺つゆ初めて作ったけども、全然手作りでいいじゃん。醤油とみりんが家にあったら。麺つゆ買うのもったいなくね？こんな簡単にできるなら、もうこれでいいわ、ぐーたろ、これから。もう麺つゆ買わない。美味しい。激うま。これさ、見える？そうめんってさ、本当にね、小豆島のそうめんってめっちゃ美味しくって、ここも結構太めなんですよ。で、芯が結構あるから、こう、食感が、こう、喉越しっていうのがあるそうめんが好きな人は、絶対おすすめ。で、もちもち感もあるし、やばい。このそうめんやばい。ずっと夏これでいいかも。なんかちっちゃい時、小学生の時とかって、あんまりなんか肉食じゃなかったんですね。昔から麺が好きだったから、もう一生麺でいいと思ってた時期があったんですよ、ご飯。もうそれを思い出す感覚っていうの。めっちゃ美味しい。最高。そうめんがこんなに美味しいと思えるの久々だわ。最高。もうこれ、リピートですね、これは。やばい。ラー油きくらげと食べたらめっちゃ味変。この組み合わせ我ながらよう思いついたなっていう。だいたいそうめんとかってさ、卵をこう崩したり、きゅうり入れてみたり、カニカマ入れてみたりっていうのがあるけど、
ラー油のこのキクラゲとわかめトッピング、めっちゃありです。もう最高。ゆうせろがね、そうめん好きじゃないんですよ。だからね、だいたいもうお昼ご飯も晩ご飯も一緒やから、こういう機会じゃないとそうめんってなかなか食べないので、なかなか食べれないんですけど、どっちみち。いや、マジで幸せ。うん。もうこんなこと言ったら、もう3分でしょこの動画、このシーンに切り替わって。もうお悩み相談いつやねんっていう。いつ言うねんっていうことで。さあ、こっからは、メガネブータロから、妖精おじさん卒業ということで。いや、あかんわ。やっぱ妖精おじさんも卒業やっぱもうやめる。もう今日はグダグダモード。お悩み相談今日書いてきたんですよ。じゃ読みます。初めての質問とご意見を聞きたいのですが、私は体が女性なのですが、心は男性でも、好きになるのも男性です。今結婚して子供がいますが、心が男性のままいるので、もやもやしていて、自分はあまりスッキリしません。どうしたらこの気持ちが落ち着くのでしょうかっていう。結構ね、難しい問題というか、でもね、すっごいわかるんですよ。これなんか、わかるって言ったら失礼なのかもしれない。なんか全くね、同じ感覚ではないかもしれないけど、近い感覚を持ったことがあって、もう性別ってとにかく難しいじゃないですか、この性別問題。昔よりはね、こう、なんて言うんだろう、多様性が、認められつつあるというかさ、結構理解力も、こう、深まってきてるのかもしれないけど、なんか2種類、こう、大まかに、なんか自分の中で、この性別に関しては分けてて、自分の中にある性別のこの定義と、この世間っていうのかなこう周り、自分以外の周りの人が思う定義のこの狭間で、やっぱ悩みのこの葛藤っていうのかななんかそれこそこのモヤモヤですよねに繋がってくるのかなってブー太郎は思ってるんですよ。どういうことかって言ったら、まず、そもそも生まれてきた時なんて、もう自分が男女かっていうのなんて、っていうことさえも分かってなかったじゃん。なんかね、この間ドラゴンボール久々に見てて思ったんやけど、一番最初のさ、ドラゴンボールも、男性のシンボルですよね。正規。あちらがさ、ついてることが悟空は当たり前だと思ってるわけ。そう。でも、いろんな周りとか、こう、世間の他の人とこう、比較してきて人生を生きてきたブルマは、もちろんもう、男性にしかついていないもの、それは。で、女子は特有のこう、ふっくらしたお胸がある。それはもう分かりきってんねんけど、悟空は、もう周りにこう人間がおじいちゃんしかいなかったからさ、もうおじいちゃんも同じ性別だから、この男性のシンボルが人間っていうものはついてた当たり前。で、尻尾がついてるのは当たり前。そう。なんでついてないのみたいな。そこでやっと知るわけですよ。もう、そんな感じで、人間ってもともと、性別なんていうものに囚われてないはずなんですよ、本来なら。ただ、君にはこういう突起物がついてるよね。あなたには突起物がそれがついてるよね、みたいな。そう。でも、こう、周りの、教えられるわけじゃないですか。先人の方に、こう、先に生きてる人に。男性っていうものはこういうものだよ。女性っていうものはこういうものだよ。っていうのを自然に教わるし、自分も自然に学ぶから、いつしかそこのギャップが生まれてくるわけですよ。なんで、なんか自分の心はどちらかっていうと、なんて言うんだろうな。体は、ブー太郎だったら男なのに、女友達が多かった過去があるので、なんでブー太郎はこんな気が合うのは女の子の友達ばっかりのに、自分だけこの体の作りが違うんやろ、みたいな。ね。もう年々さ、やっぱ傷ついていくんですよ。そのギャップに。自分の、この心の中の自分と、周りが判断する自分っていう、このギャップの差、やっぱり変人に思われるわけですよね。なんか、あの子男の子やのになんであんな女の子っぽいんやろみたいな。でももちろんそういうなんか冷たい目じゃないけど、冷たい目でもないんですよね。その人からしたら、周りからしたら。別になんかおかしいからそのまま思ったことを口にしてるだけなんで。だけど自分は苦しんでいくわけですよ、どんどん。なんか、違和感。もやもや、なんかスッキリしない。もう本当なんかこの質問者さんみたいな気持ちになったことがあって。で、やっぱ一番嫌だったのが、そういう学校とかで行く修学旅行とか、展示学習とかなんですね。ねもうお風呂タイムがとにかく嫌で、
なんか、自分の仲いい友達と一緒にお風呂入りたい。で、みんなほとんどの人が、てかもう自分以外の人はみんな、なんかこう、近しい友達と一緒にお風呂の時間を楽しめて、しかも同じ部屋で泊まれて、でもブー太郎だけ、なんかもうこう、のけ者扱いされた気分になるんですね。いつも、その、旅行のタイムの時に。で、なんか班とかこう、組み合わせになる時とかも、もうその、男の子グループの中に無理やり入っていかなきゃいけないわけじゃないですか、自分が。だから、なんかすごい阻害されて、このクラスの中で生きてきた気分になるわけですよ、一気にその時間に。で、すごいなんか、もどかしい、なんとも言えない、気持ちになってきたんですが、まあそういうのがさ、やっぱ大人になるにつれも年々分かってくるわけですよ。ってなってくると、隠そうとしてくるんですね。こう、恥ずかしいから。なんか、世間に馴染んでない自分が間違ってるじゃないけど、世間はもうみんなこういう、男の子はこう、女の子はこうなんだから、自分もその方にハマってないと、また変な目で見られる、なんかまた嫌な気持ちになるっていうのを、防ごうとするので、なんかこう、偽っていくんですよ。どんどん、年々ごとに。小さい頃は純粋のまま入れたけど、周りもあんまり気にせず、こう、輪に入れてくれたけど、もう中学生とか思春期になればなっていくほど、なんかどんどん、こうなんか違うね、みたいな感じで、どんどん孤立していくんですよね。でもそれは、周りが生んだものっていうよりかは、自分はそれは今思い返すと自分が生み出したものだと思ってて、自分が勝手にこう距離を置いて、勝手に周りにこう思われてるんだ、ああ思われてるんだっていうのがどんどんエスカレートして、どんどんなんか多分自分からこう壁を作ってた気もします。今思うとね。その時は周りを責めてたけど、なんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないんだって思ってたけど、今思うとなんかそうでもないのかなって思えるようにやっとなったというか。で、ちょっと長いけどさ、今長くなってきたけど、この方もなんかちょっと近いのかなみたいな。でもね、体は女性で、心は男性で、今男性と結婚されてて、で、子供もいて、でも、幸せなことだと思うんですよ。それって本来。で、ここでやっぱモヤモヤしちゃうっていうのは、やっぱりどっかで未だに自分にこう嘘をついてじゃないけど、生きてる感覚を持ってらっしゃるからなのかなって思ったんですよ。わかんない。想像だからわかんないんですけど、もしかしたら今お付き合いしてる、その結婚してる、旦那さんにもなんかちゃんとこう、本心でぶつけれてないのかな。わかんないよ。もしかしたらちゃんとさ、自分は心が男っていうことも伝えての結婚なのかもしれないんですけど、もしかしたらそれさえも伝えれてないのだとしたら、仮にね。そしたらずっとこうさ、自分に偽って、本当の自分を隠して生きてるわけじゃないですか。だから、そうだとしたら絶対モヤモヤするのは必然なことだし、なんかしっくりこないっていうのもわかるし。もし、それをカミングアウトして、なお、それでもなんかスッキリしないのであれば、それはそれで、もしかしたら自分が、その、性別への定義にこだわりすぎてるのかもしれないです。なんか周りからこう見られたい。世間にこう馴染みたい。普通でありたいっていう、こういう周りからの目を気にしてるっていうのかな。簡単に言えば。複雑に言うとそれだけの問題ではないけど、簡単に言うと、こう周りからの目と自分のこの本性、本当の自分っていうのにギャップに感じすぎると、ちょっと陥りやすい悩みなのかなと思ってます。だからブー太郎もその女性と結婚していた時期があったので、その時ってやっぱしんどかったんですよね。なんかこう、自分の人生にずっと嘘をつきながら生きてた感覚に近かったっていうか、なんか周りに合わせてるっていう。そう。もう自分は自分で持ってるんだよ。その時期も持ってはいる。自分にこうなんか、言い聞かせながら、自分はこれで大丈夫だ、幸せだって、その時は思ってるんだけど、でも今のこの幸せの現状とこう比較した時に、やっぱり無理してたなって、今気づけるんですね。そう。なんかずっとやっぱしっくりこなかったから、なんか、何するにあたっても、なんか本当の自分じゃない気がする。なんか無理してる。なんか心の底から楽しくない。みたいな感覚がずっとあったので、それってやっぱり自分が自分に納得してなかったからこそだと思うので、今もそりゃもちろん今ゆうちゃろと一緒にいて、もうカミングアウトもほぼしててさ、すっきりめには生きれてるから、
過去の自分と比べると全然生きやすくなってるけど、でもここの性別問題って一生解決しないと思うんですね。100% スッキリってしなくて。そう。だから最初に言った自分の中に作り出している性別の定義と、周りが、作っている、こう世間の定義っていうんですかね、性別の。で、変えられるのってもう自分の性別の定義でしかないんですよ。そう。周りは少しずつはもちろん変わっていってはくれるんですけど、周りがこう自分の目を向ける性別の定義っていうのはなかなか変わってくれないし、多分期待してもあまりしんどいだけ、結局自分が。なので、自分をしっかり持つっていうんですかね。だから今この方も、詳しくはわからないから知ったようなことは言えないけど、きっと心は女性でも男性が好きということで、相手はきっと男性を選べてるし、まあね、愛ある子供もいるわけで、で、もしカミングアウトできてないんだったら、その心は男なんだっていうこと。なんか、きっといつか話した方が、どっちに転んでもね、良くも悪くも、絶対話した方がいいと思うし、もうそもそも、もう話して関係を築いてるだよって、もし、そういう環境なのであれば、なんかもっと自分に自信を持って、心の男性のままで、体は女性でも、ブー太郎は、それで良くない派なんですよね。まあ、ここも難しい問題ですけど、どうしてもこの体が、男性器がないと男性じゃないというか、女性器じゃないと女性じゃないって思う方もたくさんいるのはブー太郎が知ってるので、それを否定する気もないですけど、ブー太郎ってなんか別に、究極ですけどね、これは、ブー太郎の中の。別に、どっかで自分も心はなんかどっちかというと女性なのかなって思う自分もいるけど、別にどっちでもよくないみたいな。でもなんかその、わざわざこの性器を切って女性になりたいっていう願望もないし、たまに自分が男性だなって思う瞬間もあるし、だからその時々でもう自分は今日は男性っぽいな。この件は女性っぽいな。なんかもうそれだけでいいやって今はブー太郎はこう思えてるというか、昔から思ってるというか、そこは。なんかそこじゃないかな。なんかもう性別になんか自分がこう囚われすぎないように考えるっていうの。男の日があってもいいし、女の日があってもいいとブー太郎は思うんですよ。で、どうしても体が、その自分の心と一致したいっていうのであれば、手術するのもありだと思うし、やっぱ一度きりの人生ですからね。なんか、ブー太郎も本当に生きたいように生きるために自分の人生ですから、やっぱ最終的には。人のために生きたいけど、でも一番はやっぱ自分を一番に大事にした方がいいと思うので、人生は。すっごい本当に悪い方法でね、周りに迷惑をかけてきた人生だから、本当に申し訳なくもめちゃくちゃ思ってるんですけど、やっぱ自分に素直に生きることが一番の近道かなと思います。やっぱりモヤモヤしてるってことは何かしらのこう、自分に偽りというかこう遠慮して、本当の自分に遠慮して生きてらっしゃるのかなって感じたので、勇気を持って、ちょっとずつでいいから、いきなりじゃなくていいから、なんか理想の自分に近づける、こう、マインドだったり、行動だったり、できるように、ブー太郎は祈ってます。ちょっとなんか、解決策ではないような、なんだろう、自分の経験談でしか話せなかったですが、少しでも、なんかこうね、ちょっとスッキリしてもらえてたら嬉しいなと思います。はい、ということで、もう長々とね、ちょっとまとめれなかったね。もう、ノー編集動画ですから、ほんとすいません。もっと上手く喋れるんだろうけど、ちょっとこのまま、ありのまま流させていただきました。はい、ということで、今日はね、そうめん作りから、なんかね、たわいない話からちょっとこう、真剣な話まで、いろいろしていました。今日もちょっと20分近くの長い動画になってしまいましたが、最後まで見てくれてありがとうございます。またチャンネル登録やね、グッドボタン、コメントなどもお待ちしてますし、今日みたいにね、お悩み相談も、ブーブーラジオで取り上げたり、こう、番外編で今日みたいに取り上げたりもすると思うので、今後とも秘密基地どうぞよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。